はい。皆さん、こんにちは。ケタリンガムファクトリーです。今回はですね、前回お話しした通りなんですけれども、こちらですね。はい。タミヤ12分の1、チームロータス JPS M3 ロータス78、こちらについてですね、始めていこうと思うんですが、今回は最初ですので、この実写の説明ですね。それから、このキットの説明。それから最後にですね、このキットを自分がどうやって作っていこうかというようなところをですね、お話ししてみたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい。ではですね、早速なんですけれども、このロータス78のですね、実写についての話をしていきたいと思います。F1 ファンの方でしたらご存知の方多いと思うんですけれども、史上初めてのウィングカーとか、グラウンドエフェクトカーとかいう、ことで有名なマシンですね。チームロータスが、1977年の F1 世界選手権に投入したマシンで、ドライバーは、マリオ・アンドレッティとグンナー・ニルソンという体制で、アンドレッティが、USGP ウエスト、それからスペイン、フランス、イタリアで、4勝。で、ニールソンが、雨のベルギーグランプリで優勝して1勝。で、1977年シリーズは合計で5勝ですね。で、翌年、1978年の序盤戦にも、投入されまして、マリオ・アンドレッティと新しくチームに加わったロニー・ピーターソンの2名体制ということで、アンドレッティがアルゼンチングランプリで優勝。で、ピーターソンが、南アフリカグランプリで優勝してますね。なので、77年の5勝と78年の2勝、合計7勝をしているマシンです。で、レースの結果もさることながらなんですけれども、非常にそのマシンが速い、もう当時最速のマシンだったと言って間違いないと思います。ポールポジションがですね、1977年には、アンドレッティが7回のポールポジション。それから、確かですね、リードラップ数も確か最多だったはずです。で、1978年もマリオ・アンドレッティが1回、ロニー・ピーターソンが1回、ポールポジションを獲得しています。で、速さの割にはチャンピオンに結びつかなかったんですけども、その理由というのがですね、このコスワースの DFV エンジンがですね、特にその77年のシーズン終盤は面白いようにですね、壊れました。本当にもう毎戦毎戦エンジントラブルみたいな感じで、結果はなかなか残せなくて、1977年は確かランキング、ドライバーズランキング、アンドレッティは確か3位だったと思うんですけれども、そういうことで、なかなかその速さを活かしきれなかった。マシンでもありますけれども、翌1978年は、その序盤戦、ロータス78が、2勝を挙げて、なおかつ、その後シーズン中盤からは、有名なロータス79というマシンが投入されまして、マリオ・アンドレッティはワールドチャンピオンになるということなんですけれども、アンドレッティは、もしそのエンジントラブルがなかったら、その1977年のこのロータス78は、翌年、1978年ですね。彼がタイトルを取ったシーズンよりも、はるかに楽にチャンピオンになれたはずだと、言っていた。というくらい、本当に速さでは他を圧倒していた、マシンになります。はい。で、このキットについてなんですけれども、このキットは1978年に、初版が出ています。で、当時私がですね、10歳か11歳かそのくらいの、ことだったと思うんですけれども、日本グランプリですね、富士スピードウェイで、日本グランプリありまして、ちょっとF1 ちょっとブームっていうんですかね、のがあった時期がありまして、で、私が F1 に初めて触れたのは、ご存知ですかね、アマダの F1、カードみたいなのがありまして、今で言うとトレカですね。このくらいの、ちっちゃいカードにF1 マシンの写真があって、で、裏側にちょっとこう説明があるみたいな。ものがあったんですけど、そこでF1 というものをちょっと初めて知りまして、で、当時はですよね、ニキラウダの、フェラーリ 312T2 だったり、シェフターのウルフ WR1 だったり、マクラーレン、ジェームズ・ハントのマクラーレン M23 だったり、M26 だったり、タイデルですね、P34、ジック・ウィーラー、
だったり、まあ、そんないろんな、F1 マシンを見ていく中で、この一番気に入ったのが、このロータス78だったんですけれども、当時ですね、地元の、おもちゃ屋、まあ、今、街のおもちゃ屋って東京とかではなかなかもうね、なくなってしまったんですけれども、まあ、当時地元のおもちゃ屋に、プラモデルがですね、レジの一番奥の方にあったんですね。で、その、ロータス78、このキットが、まあ、普通プラモデルってこういう状態でこう置いてあるじゃないですか。で、それが、この見える状態で置かれていたんですね。で、それがすごく欲しくなりまして、で、母親にちょっと、おねだりをしまして、で、買ってもらう、このキットを買ってもらったんですね。で、まあ、小学生の子供にこんなでっかいプラモデルを買い与えるっていうのは、まあ、相当、今にして思うと、まあ、甘い母親だったんだなとは思いますけれども、まあ、これがなければ、私はプラモデルの世界にのめり込むこともなかったと思いますし、ロータスが好きになることも多分なかったかもしれないという、まあ、非常に私にとっては、思い入れの深いキットです。で、実は今回、私にとっては作るのはですね、4回目になります。で、1回目は今話した、10歳から11歳ぐらいで、作りました。で、まあ、とはいえ、小学生なので、まあ、こんなキットをですね、自力で、しかもちゃんと完成させるような力があるわけでもなく、多分タミヤの、アフターパーツの請求も、少なからずした記憶がありますけれども、まあ、なんとか形に最後にできたみたいな、そんな感じで、まあ、多分、すごいぐちゃぐちゃだったと思うんですよ。でも、まあ、とりあえず1回作りました。で、2回目は、高校を卒業してからですね、多分大学生になるまでの間の春休みに、作った記憶があります。最後にですね、多分大学受験の時に、最後に受けたのは青山学院大学でして、まあ、もうすでにその時までには滑り止めに受かっていたのが、分かっていたので、もう受験が終わったらもう開放感で心が満たされてたわけですね。で、青山学院大学から、渋谷の方向に向かって歩きまして、尾崎豊で有名な、今日が経ってるところですね。あそこからちょっと渋谷の街を眺めながら、さあ、受験終わったら何をしようと思った時に、はたと思ったんですね。プラモデルを作る。これを作ろうと思ったんですね。で、それまで全然何も考えてなかったんですけど、ちょっと突然それを思いついて、その足で渋谷の東急ハンズに行きました。で、今渋谷の東急ハンズって多分プラモデル売ってるコーナーなかったんですけど、当時最上階のフロアにですね、鉄道模型とか、プラモデルとか売ってるフロアがあって、もうその足で渋谷の東急ハンズに行ってこれを買って作ったという思い出があります。で、3回目は、多分割と最近ですね、2000年代に入ってから、あんまりちょっと詳しくは覚えていないんですけれども、まあ、ちょっといろんなことをですね、ちょっと技術的にちょっと試してみたくて、ちょっと作ったんですよ。まあ、その時にはもう、完成は多分しなかったような気がして、実はですね、その時にばらした残骸がちょっとこの辺に、転がってたりなんかするんですけれども、まあ、そんなことで、ちょっと3回目は作ったか作らなかったかよくわかんないようなちょっと状態で終わってしまったんですけども、まあ、今回はですね、まあ、その今までのちょっと自分のプラモデル制作の、まあ、お決算というか、まあ、復習みたいな感じで、作ってみたいなと思うので、まあ、そこ多分、それなりに、まあ、自分の中で今すごい、気合が入ってやっている状態です。で、先ほど話した通り、このキット、1978年に、初版が出ています。で、その後ですね、多分もう何回再販されたか、再生産されたかわからないぐらい多分、やっていると思いますので、おそらく全世界でですね、何万人の人が作ったか、わからないぐらい、もうポピュラーなことだと思うんですけれども、その後2008年だと思うんですね。2008年に、大幅なリニューアルがされました。で、パッケージの写真も変わっていて、おそらくこんな感じのパッケージになっていると思います。で、その時に、デカールとか、あとは、新しくエッチングパーツが、追加になりましたね。そんな感じで、ちょっとハイグレードな感じのちょっとキットにまで生まれ変わりまして、で、その後2022年か23年か、23年かな3年か中にもう一度、多分再生産されていると思います。なので、引き続き、そのタミヤの方では多分まだ売っている、キットだと思うので、カタログうちはまだ知ってないのかな
しているのかちょっとわかりませんけれども、今だに多分作られ続けているという、非常に、息の長い、キットですね。多分、当時から、F1、タミヤって F1 の12分の1のキット多分、今でも多分たくさん作ってますけれども、未だに続いているという非常に、息の長いキットですね。それだけ、多分、それだけ、いろんな人からの支持を得て、多分売れている、キットだからだと思います。はい。ではですね、これからですね、このパッケージを開けていきたいと思いますけれども、最初にちょっとお断りなんですが、先ほどお話しした通り、このキット2008年にリニューアルをされています。で、パッケージもですね、このイラストも若干変わったものになっているんですけれども、このパッケージのものは、旧版のキットですね。で、ちょっとこれいつの再生産のものかわからないんですけれども、ちょっと開けてみたいと思います。はい。で、価格、4000円って書いてあるんで、4000円の時代ですね。多分昔もっと3500円とかの時代もありましたし、ちょっと時代とともにちょっと価格が変わってきているので、ちょっと4000円の時代のものということで、開けてみます。はい。で、ここに、まず最初に入れてきたのが、インストですね。はい。で、それから、デカールです。で、デカールは、今の再生産されているものは、ちょっと若干 JPS のカラーに近いような、ちょっと茶色っぽい色ですね。実際の JPS カラーよりも少し、茶色っぽい、濃いかなっていう、自分のちょっと印象では思っているんですけれども、ちょっとデカール変わってます。当時のデカールはですね、黄色になっているのが特徴で、なおかつ、タバコの広告の規制もですね、それほど厳しくはなかった時代なので、ジョンプレイヤースペシャルのところ、タバコのロゴがしっかり入っているデカールになります。はい。で、あとはですね、真ん中にいろいろタイヤのパーツだったり、あとはですね、チューブとかがあったり、あとはこれスプリングですね。これエキゾーストの、冷却ホースを再現するためのスプリングで、これスプリングで再現するというのはちょっと非常に面白いんですけど、そのためにスプリングが入っています。あとはこの辺のちょっとラジエーターのメッシュがあったりとか、あとこの辺はですね、ちょっと多分金具ですね、いろんなサスペンションとかを止める、ビスとか、ボルトアットが入っている、シュリンクのパッケージがあります。で、両脇にですね、このパーツ、これは後ほどですね、ちょっと一個一個、ばらしながらちょっと見ていきたいと思うんですけど、それがいっぱい入るという、構成になっています。で、2008年の再販以降からは、これにエッチングパーツが加わってますね。アルミファンネルはこのキット入ってたかなちょっと現行品のキットを持っていないんで、わからないんですが、確か、グラバムとか、いくつかのキットでは多分、アルミのエアファンネルが入ってると思うんですよね。で、ちょっとこのキットの再販に、ちょっとそれが入ってたかどうかはちょっとわかりませんけれども、若干そういう意味で、少しパーツの構成なんかも、変わったりなんかしています。これは、旧版のキットなので、昔のままということになります。はい。ではですね、インストからちょっと見てみたいと思いますけど、本当にこのインストがですね、10歳の時、その80歳だから11歳の時に、初めてこのプラモデルを作った時の興奮がですね、何回見てもこれ蘇りますね。まず、ロータス78といったら、この横から見たこのウェッジフェイプ。これが本当に僕は一番好きなアングルなんですけれども、そこに加えて、この下のですね、いろんなこのメーカーの部分の写真ですよね。いろんなそのサスペンションだったり、このオイルクーラーなこの直線的な本当にメカの美しさとかですね、このブレーキのこのディスクですね、ブレーキディスクと、そのパーツも本当に精密な感じがしたりとか、あとはもうこの DFV のエキゾーストの曲がり方とか、もはやこれはですね、もうセクシーの領域ですね。はい。そんな感じでもう本当にこのドキドキしながら、大人の世界を見たっていう感じの、すごいその時の興奮がもう、何回見ても蘇ります。で、このインストの分もですね、多分再生産の、インストはもっとなんか普通な、もっと短い感じの、本当に解説書みたいな感じの文になってるんですけども、この旧版のですね、このインストは、このなんか不審のロータス、チームロータスは不審にあえいでいた。どうのこうのってこんなに長いんですよ。で、本当にそのなんかストーリーを感じるようなこの文章になってて、この文章もですね、本当秀逸だと思いますね。で、本当にもうこの文章を何回読んだか覚え
もうわからないぐらい、もう内容を覚えてしまうぐらいですね、読みましたね。はい。そんな感じで。あとはここに載ってるこの写真ですね。ここの写真は多分シルバーストーンの多分写真だと思いますね。ミットのこの雰囲気からして。あとこのジョンプレイヤースペシャルとかのロゴがないんで多分、まあこれ、おそらくシルバーストーンで多分間違いないのか。と思いますけれども。で、あと、この2枚はですね、多分、南アフリカの、キャラミですね、キャラミサーキットの、ピットの様子だと思います。まあ、1977年の南アフリカグランプリというと、F1 はご存知の方は、思い出すと思うんですけれども、トム・プライスがですね、あってはならない事故がありまして、ちょっと亡くなったレースとしてちょっと知られていますけれども、まあ、その南アフリカグランプリのそのキャラミサーキットのピットですね、の写真になっています。で、やっぱりこのジョンプレイヤースペシャルってこの入った文字と、このロータス78のこのウェッジシェイプのこの取り合わせが本当に、痺れましたね。はい。今見ても、もう何回見てもこれいいなって思います。で、ちょっとですね、もし、もうここからもうほとんどマニアの領域になるんですけれども、このブンダー・ニルソンが乗っているのが、ロータス78の1号車です。で、この下に乗っているマリオ・アンドレッティが乗っているのが、このロータス78の2号車なんですけれども、ここのですね、このエンジンのエアボックスの入り口と、このロールバーの位置関係にちょっと注目してほしいんですね。で、なぜかと言いますと、これ見ると、このニルソンのこの1号車を見ると、このエアボックスのこの空気の入り口とロールバーのこの立ってる場所が、ほぼほぼ同じ場所にあるんですけれども、このマリオ・アンドレッティのこの2号車を見てみると、かなりこのロールバーの位置に対して、このエアボックスの入り口が前進した位置についているのがわかります。で、これはなぜかと言いますと、このエアボックスの形が違うのではなくて、このエンジンではなくて、このモノコックとエンジンのこのつなぎ目の部分のここの長さが、実は1号車と2号車と違うんです。で、1号車は実はここの部分に、もともとオイルタンクが挟まっていました。なので、ちょっとこの部分、モノコックが長くなってるんですね。で、そのためにこのエアボックスが、その分ちょっと後退していて、ちょっと後ろに下がって、この、入り口が後ろに下がって、こう、同じ高さに見える。同じ、位置に見える。で、アンドレッティ車のこの2号車の方は、この、オイルタンクがエンジンとギアボックスの間に移動したので、ちょっとこの部分がモノコックが短くなってます。なので、ちょっとこうエアボックスがその分前にこうせり出しているように見えるっていう、この、ちょっとこう、ロータス78の超マニア的な、視点になりますけれども、そういう違いがですね、この2枚の写真から見て取れます。で、まあ、それから、キットの説明のところに入っていきますけど、まあ、本当にどこから見てもですね、この大人の世界って感じがしてですね、本当にこのインストを見てるだけでも毎日毎日私はですね、ドキドキしたものです。このね、こう、燃料のこのフューエルポンプ関係のこの写真だったりとか、あとはこの DFV のこのあれですよね、このプラグコードのなんて言うんでしょう、なんとも言えないこの曲線のこの美しさだったりとか、もうそんなものでいちいちですね、あとはこの、スタビライザーのこの支柱とかですね、このかっこよかったりとかですね、そういうのを見ながらですね、本当にワクワクしたのを思い出します。このエキゾーストとかもそうですね、エキゾースト。すごく思い出すんですけれども、エキゾーストをですね、本当は一個一個この形を確かめながらランナーから外していかなきゃいけないんですけれども、これをですね、一個、もう全部の8本のエキゾーストを全部いっぺんにばらしてしまって、どれがどの位置につくか、わからなくなってしまったということがですね、非常に覚えています。はい。そんな感じですね。で、まあ本当にこんなに綺麗にできるのかななんて、ワクワクしながら、本当そんなことはなかったんですけれども、そんなことを思い出しながら、このインストを何回見てもですね、その時の、思い出が蘇ります。はい。で、次にですね、デカールですね。はい、先ほど話したんですけれども、これは旧製品のデカールなので、色が、黄色ですね。で、まあ、なぜ黄色なんでしょうっていう感じが、今更にしてちょっと思うんですけどね。タミヤさんでのことなんで、ちゃんとリサーチはしてたはずなんですとは思うんですけれども、当時写真で見ても結構、例えばロータス72とかの写真を見ても結構、JPS のスタイプが黄色に見える写真とかありましたよね。だから、多分それで黄色になったのかななんて、思いますけれども、はい。今の、現行品は、ちょっともっと茶色っぽい、実際のちょっと JPS カラーにちょっと近いような色合いになっています。はい。
はい。では次にですね、それぞれのパーツの説明をしていこうと思います。こちらがですね、A 部品ですね、フロントノーズ、それからフロントウィング、あと先ほど話したちょっとエアボックスですね、のパーツになります。フロントウィングはですね、ちょっと、フロントノーズですね。フロントノーズはですね、ちょっと、形をちょっと修正しようかなと思っているんで、これは制作の時に、説明していこうと思います。エアボックスもですね、なかなかに、手強い部品なので、この辺もちょっと、実際のところにはちょっと説明してみたいと思います。で、続いてですね、こちらが B 部品ですね。このセンターモノコックのパーツがちょっとランナーから脱落しちゃってるんですけれども、センターモノコックと、あとはリアウィング、あとはフロントカウルですね、が入ります。で、こちらが、E 部品ですね。外装品の中で、サイドウィング関係の部品になります。はい、続いてこれが、C 部品ですね。これ、コスワスの DFV エンジンと、それから、ヒューランドのギアボックスのパーツになります。これ多分他のパーキットと、共通になっている部品が多分ありまして、このロータス78では使わないっていう、部品が結構あります。はい。で、続いて、モノコック系ですね。これが、D 部品ですね。センターモノコック。それから、K 部品もこれセンターモノコ関係の、パーツになります。はい。はい。続いて、F 部品ですね。これは、フロントとリアのサスペンションとかブレーキ周りのパーツになります。で、続いて、G 部品。これは G 部品ですね。エンジン周りのパーツですね。DFV のカバーだったり、オイルタンクだったり、あとはエキゾスト関係ですね。のパーツがあります。はい、続いてこちらが H 部品ですね。冷却系、配管系、それからブレーキディスクなどあります。はい。で、その次が、これが、J 部品ですね。先ほどDFV のパーツの中で、使わないものあるよって言いましたけど、その辺の、ロータス78向けのパーツだったり、あとはオイルクーラーとかのパーツですね。あります。はい。で、あとは細かいところになりますけれども、これが N 部品。これ多分プラスチックじゃなくてウレタンでできていると思いますね。サスペンションパーツですね。それから、このロッド関係ですね。が、N 部品。それから、メッキですね。メッキ部品。L 部品ですかね。ホイール、メッキのホイールになってます。それから、エアファンネル。先ほど再生産品で、アルミのエアファンネル入ってるか入ってないかって話をしましたけれども、多分この構成だと多分アルミのエアファンネルは多分再生産品でも入ってないんでしょうね。はい。で、あとはホイールのスペーサーとかが、ある、L 部品、メッキ部品です。で、それから最後に、これ完全にウレタンですね。ウレタンの、パーツ C と、それからドライブシャフトの、ドライブシャフトのジョイント部分ですね。などが、あります。あとは、先ほど、箱を開けた時に真ん中にありました、シュリンクラップされているパーツになります。タイヤですね。ちょっとこのタイヤはもう物が古いかもしれないので、ちょっと使うかどうかはわかりません。あとはビニール、チューブ系ですね。ラジエーターとかオイルクーラーとかのメッシュ。それからこちらにあるのが、あれですね。ブレーキダクトのホース。それから、スプリングと、あとは、小さな、スクリューと、ナットなどが入っている金属パーツですね。が、こちらの真ん中に入っているシュリンプのパーツです。はい。で、ここからはですね、ちょっと使うかどうかわからないんですが、もろもろ、社外品のパーツがいっぱい出ています。で、その紹介をしていきたいと思います。まずはデカールですね。で、これがですね、多分流通的には一番ニュースしやすいんですかね。タブデザインの、デカールになります。で、皆さんご存知の通りだと思うんですけれども、最近はタバコのコックの規制の関係で、プラモデルの中にも多分 JPS とかのそのタバコのデカールが入っていることは、ありません。ですので、タバコのデカールっていうのは、こういう、もっぱら、社外品に頼ることになるわけですけれども、この、タブデザインの中にも、この、ジョンプレイヤースペーシャルというタバコのロゴが入っています。
で、こちらのデカールは、春光から、出ている、デカールになりまして、同じく、ジョンプレイヤースペシャル、タバコのロゴを含んだ形でのデカールになっています。で、色合いはですね、ちょっとこの両者でだいぶ違います。で、タブデザインの方はかなり、黄色っぽく、なおかつちょっと色が明るめ。で、春光の方はどちらかというと、ちょっと色が濃いめですね。ちょっと JPS 色よりも少しちょっとオレンジ色っぽい感じがちょっと私の印象ではしますけれども、少し落ち着いた感じの、色調になっています。で、どちらを選ぶかっていうのは、もうこれ完全に好みになるとは思うんですけれども、このタブデザインの、色って、どちらかというと、実写の色というよりも、実写を明るい、空の下で見た色の感じかな、なんて個人的には思っています。で、こちらはどちらかというと、リアルに、近い色かなと思うので、これはもうどちらを選ぶかっていうのは、完全に好みかなと思います。はい。実際にちょっと自分はどっちを使うか、もしかするとちょっと自宅するかななんていうのもちょっと考えています。で、続いてですね、ディティールパーツの方にちょっと進んでみたいと思います。で、先ほどの再販品にはですね、エッチングパーツが含まれているという話をしたんですが、これがタミヤ純正のですね、エッチングパーツです。ブレーキディスクのところですね。それから、ラジエーターとかの冷却系のこの、メッシュ系のパーツ。それから、翼端板ですね。ウィングの翼端板。ちょっと初回生産品とは少し形状がフロントウィングの翼端板は両方とも変わっています。で、それから、リアウィングの翼端板も、これ2種類入ってますね。ちょっと、こっちの方が少し縦長の、少し大型のサイズになってますね。で、こちらの方はどちらかというと、小さいサイズになっています。なので、ちょっとおそらくサーキットの特性とかによって、このどちらかの翼端板を使い分けていたのかな、というふうに思います。あとは、シートベルトのこのバックル系ですね。あとは、これ、あれですね、DFV のジョイントとか、といったものが、新しい、再販品のキットには、このエッチングパーツが含まれています。で、これは私がですね、タミヤの、から直接、買った商品ですね、になります。なので、旧販キットとこの、エッチングパーツ、使うかどうかわかりませんけども、これを組み合わせてやっていこうかなと思います。で、続いてこれがですね、アクステオンの、から出ている、ブレーキディスクのパーツですね。アクステオンの、エッチングパーツって結構薄い、金属でできているんで、これなんかは結構、違和感なく、使えるのかななんていうふうにちょっと思っています。で、同じくアクステオンで出ている、この、スプリングですね、のパーツもちょっと今回ちょっと使ってみようかななんて思ってます。これ結構ですね、お値段張るんですけれども、今回ちょっと頑張ってちょっと奮発して買いました。はい。で、続いてこれがモデルファクトリーヒロの、DFV ですね。パンネルのパーツを出すの忘れてしまったな。ちょっと待ってください。ありました。これですね。このエアファンネルとこのファンネルメッシュの、パーツを2つ、組み合わせて使ってみようと思います。で、続いてアルミホイールですね。これちょっともうだいぶ前に入手したものなので、これちょっとメーカーとかちょっと詳しいことわからないんですけど、これちょっと実際にしかもそれも使えるかどうかちょっとわからないんですが、これちょっと入手した、アルミホイールのパーツなので、これできたらちょっと使いたいなと思ってます。で、あとタイヤですね。タイヤはですね、実際のタミヤのタイヤを使うのもいいんですけれども、ちょっとこれを使ってみようかななんて今回思っています。私のですね、ちょっと尊敬する、モデリングスタジオ G の田口昇さんですね、のプロデュースされている、この、スリックタイヤと、レジンタイヤ、1970年代用のものですね、をちょっと使ってみようかなというふうに思っています。これ 3D プリントで作られてるんですけども、ディメンションは非常に、いい、正確に、作られているかなというふうに思いますので、特にウェットタイヤはですね、タミヤのものではちょっと使えないので、今回ちょっとこのウェットタイヤをですね、グンナー・ニルソン社用
にちょっと使ってみたいなというふうに思います。で、最後に紹介しておきたいのはこれなんですけれども、これモデルファクトリーヒロですね。これ、こうした方がわかりやすいですかね。イージャンっていうブランドで、かつて発売されていた、ディティールアップキットなんですけれども、1978年イタリアグランプリ仕様か。ロニー・ピーターソン仕様ですね。の、トランスキットになります。これですね。はい。で、デカールとか、エッチングパーツ。これ、タミヤのエッチングパーツよりもはるかにこう精密に、ちょっと作られていますね。ちょっとリアウィングの翼端板の形がちょっと違うのはですね、ちょっと残念なんですけれども、それとか、デカールも、これデカールの色が非常に個人的にはいいですね。実際の JPS の色に結構近い。春光よりも、タブデザインよりも近いかななんて思います。はい。の、デカール。それから、これ1978年仕様のですね、これ、スライディングスカートと呼ばれる、エッジングパーツ。あれですね、サイドウィングのエッジングパーツですね。はい。あとは、カウル。これレジンパーツになっちゃうんですけれども、あとは、細かい、メタル系のパーツがこの中にいっぱい入ってます。ちょっとこの中の部品がね、ちょっとどれだけ使えるかはちょっとわからないですが、ちょっと、もし使えそうなものがあったらですね、使ってみたいなというふうに思います。はい、ここまでですね、ロータス78という、車について、実車のお話、それから、タミヤのキットのお話、個人的な思い入れも含めて、それからディティールアップパーツとかのお話もちょっとさせていただきましたけれども、次回からですね、制作の方、実際進めていきたいと思いますが、今回は、2台作りたいと思います。1台は、1977年 USGP ウエストのマリオ &FT 優勝者。で、もう一台は、同じく1977年ですね、雨のベルギー GP でのグンナー・ニルソン優勝者。先ほどご紹介した、ウェットタイヤとかも使いながら、2台同時に、作っていこうと、思います。で、2台同時ということもありますし、あと先ほど紹介させていただきましたディティールアップパーツとかもですね、使えるものはなるべく使いながら、あとは先ほどお話しした通り、自分の今までのそのモデリングの、総復習みたいなことも含めてですね、できるだけのことは、やっていきながら作りたいと思います。時間にはとらわれることなく、どのぐらいかかるかわかりませんけれども、やっていきたいと思いますので、皆さんこれからどうかよろしくお付き合い願います。ということで、今日の動画はですね、こちらで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回ですね、動画でお目にかかりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、さようなら。